何としてでも草刈り作業を楽にしたいっていうことで、今回こんなものを手に入れてみました。これがですね、マキタの助走アタッチメントモデル名 WA400MP っていうものになります。いや、これ中にどんなものが入ってるんですかね。かなり楽しみです。ちょっとこれ早速中見てみましょう。はい、っていうことでこんなものが入ってました。っていうかめちゃめちゃかっこいいですね。さすがマキタ、期待を裏切らない。これ助走アタッチメントっていうぐらいなんで草をこう取り除く機械だと思うんですけど、ここにブレードがついててカバーがされてます。ちょっと外してみましょう。ちょっと見えますでしょうか。ここになんかギザギザの刃がついてますね。両刃みたいになってます。銀色のシャフト、おそらくアルミ製のしっかりしたシャフト、その先端にギアボックスがついてます。さらにその先に黒いギザギザのブレードがついてるっていう、そういった作りになってますね。最初についてたカバーは簡単に取り付けできます。こうひねると取れるっていう感じですね。めちゃくちゃ取り外ししやすいです。スライドしても取り外せるんですけど、こうひねると簡単につきますね。でもってこっち側にこういう溝が切ってあって、これがですね、ここにこのシャフトのところに装着できるようになってます。これよく考えられてますね。こういう仕様は本当にこのマキタのワクワクするポイントですね。この助走アタッチメントが何かと言いますと、アタッチメントっていうぐらいなんで、これの他にこれ同じくマキタのスプリットモーターっていうものがあるんですけど、これに取り付けて使う、助走用のアタッチメントですね。このスプリットモーターもこれだけでは使えなくて、こういったものの他にですね、これナイロンコード用の草刈りアタッチメントなんですけど、こういったものとか、これも同じく草刈りアタッチメントなんですけど、グラウンドトリマーアタッチメントっていうものです。ちなみにこれめちゃくちゃ去年見られた、今200万再生ぐらいされた、これも同じく草刈り用の道具なんですけど、これはですね、タイヤがついててコロコロ転がしながら草とか芝を刈るっていう道具ですね。こういったアタッチメント、この先端を取り替えることでこのいろんな道具として使えるこのマキタのスプリットモーター、これめちゃくちゃ愛用してます。これがですね本当に使いやすかったので、今年2024年なんですけど、新たに登場したこの助走アタッチメントっていうものも手に入れてみました。ちょっとこれ早速取り付けて使ってみましょう。取り付けはめちゃくちゃ簡単なんですよ。ここにこう刺してグッとやるだけで、これでもう取り付け完了です。あとはこの操作ボタン、この電源をオン。ちょっと自分これ初めて使うので緊張してますが、行ってみましょう。GO！ おすごい。前後に動いて草を削り取るみたいな、そういう道具なんですかね。これ3段階でパワー調節できるんで、今1だったんですけど2をやってみましょう。おお、最後に3。いや、これは期待できる。ちょっと先端これ重いんですけれども、基本的には草ってこの地面に生えてるんで下に向けて使うものなんですよね。ちょっとこれ早速助走作業やってみたいと思います。こういう頑固な草あるじゃないですか。多分こういうものを除去できるんですかね。早速これに使ってみたいと思います。せっかくなんでパワーマックスで3段階あるうちの、これ 40V マックスシリーズのスプリットモーターなんですけど、一番強いパワーでやってみましょう。これガチで初めて使うんで、公式の動画とかもまだ、今の段階だとなんか出てないっぽくてですね、使い方ちょっと分かんないんですけど、やってみます。こうかな。
でもだいぶやりやすくなったかも。こんな感じでめくり取るみたいな感じですかね。おお、はい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 。あ、いいじゃん。まあいいけどもちょっと揺れるかな。はい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 。あ、でもだいぶ引っ掛けやすくなったかも。うん、さっきのはちょっと角度がこうなっちゃってたんで、垂直に構えてやるみたいなちょっと不自然な感じになっちゃってたんだけど、あ、すごい根を切ってますね。こんな感じでわかりますかね、この白い、これタンポポの根っこ。あ、こんな感じですね。切断して削り取るみたいな、そういう風になってます。ただちょっとこういうなんていうんだろう、芝がでっかくなったようなやつ、これに関してはですねちょっと難しいなこれ。個人的にはこの草が一番嫌いで、これを助走したかったんだよな。あとなんかキックバックじゃないですけどすげえ揺れる。説明書にはですね、こういう場合はこう立ててやるといいって書いてあります。まあただちょっとこれ疲れる、重いし、こういうなんていうんですかね、タンポポみたいなこの葉っぱが広いこういう雑草には有効かも。ただこういうやつですね、この細いこういう葉っぱのついてる雑草ですね、多分びっしりこう地面に根が張っちゃってるタイプのこういう草はですねちょっとしんどいですね。こういうものに関しては正直去年ちょっと紹介した草刈りスコ、あっちの方がやりやすいっていう風にちょっと感じちゃいましたね。さっきのマキタの方は引っ張る感じなんですけど、この草刈りスコだとですね押せるというか、まあ、力はいるんですけどこう押せるので効率がいいと言いますか、まあ、これなら充電もいらないし、こんな感じですね。これぐらいこういう細いこういう草もですね
これぐらい取れてくれることをちょっと期待しちゃってましたね、マキタのやつには。はい。弱モード1、モード2、やっぱモード3が一番やりやすいな。ただやっぱ揺れますね。はい、こんな感じかな。でこれスプリットモーターなのでアタッチメント変えられるっていうことで、場合によってはですね、こういうナイロンコードの草刈りアタッチメント、これに変えてこんな感じで表面だけ削り取るなりしてこう変えまして、でこう根っこを削り取るみたいな、そういう使い方をしてもいいかもしれないです。ただこっちの方が使いやすいですね、断然。これはマジで使いやすい。威力も強いし、40V マックスだと。確かにこういうやつ、これ小さい草ならこううまい具合に除草できるんですけど、正直これぐらいの草だったらですね、こう手でむしれちゃうんですよね。これはちょっとあれだな。ちょっとこれ使ってみて、感想を最後に言いたいと思います。じゃあまず良かったところからいきますか。まず良かったところはですね、これ電動なので、こういう動きを電動でやってくれるっていうところで、何度も手でやる場合はこう何度もかいて草を除草する必要があるっていうところを、この電動の力でこうやってくれるっていうところですかね。あとはですね、燃費も結構いいと思います。今回ほぼほぼ強モードを使ったんですけど、結構動かして除草をしたつもりだったんですけど、バッテリー4分の4あります。5アンペアのバッテリーっていうのもあるんですけど、これ場合によってはこんなに5アンペアもいらなくて 2.5 アンペアのものを装着して軽くして使うっていう風に使えるぐらい、燃費は普通のナイロンコードの草刈り機とかよりも全然いいと思います。でもってこれ作りがですね、めちゃめちゃしっかりしてます。頑丈そうでなんか絶対壊れなそうな、このしっかり感はさすがマキタといったところですかね。このブレードもですね、結構しっかりしたこのギザギザのものがついてて、マキタのこういうブレード関係って草刈り機もそうなんですけど、すごいしっかりしてるんですよ。なのでこういうアフターパーツもこの部分なんか交換式で幅を変えられたりとかするらしいんですよ。でこういうものを消耗してきたら取り替えて使うことができるっていうところで、
なんか長く使えそうです。あとこれスプリット式なので、このようにですね簡単に取り外せて、持ち運ぶ時もですね軽自動車の下手したら助手席とかにも乗せられるぐらいコンパクトです。あとはこの最初についてきたこのカバー、ここに使わない時はここに取り付けられて、でこう外してこうしてこうひねるだけで簡単にこう取り外しができるっていうところで、これはめちゃくちゃいいですね。このアイデアは、やっぱこういうところすごい好きなんですよ自分。このマキタ製品の考えられて作られてるっていう、これは本当に楽です。あとはここにですねグリスポイントがあるので、動きが渋くなってきたらこのプラスのドライバーで外せるようにこうなってるんですけど、ここを外してグリスを簡単に注油できるようになってるので、メンテナンス性も高いと思います。そんなところですかね。でもって今回ちょっとここがなと思った点の方がちょっと多いかもしれないんですけど、そっちもちゃんと言っていきたいと思います。まず最初にですねこれめちゃめちゃ重いです。これ重量がですね 2.8 キロあります。しかもこの部分だけでです。ここだけで 2.8 キロあるので、これだけだと絶対使えないので、こっちと合わせて使うとなるともうそれ以上これ 5,6 キロあると思います。ヘッドの部分、このギアボックス部分がめちゃくちゃ重いので、やっぱこうなるんですよね。この重さをなんか支えつつ、作業するっていうところで、ここが結構疲れてきますね。それでいて、小さい、細かい草を根こそぎガーッとやるにはこれ向いてるんですけど、そもそもですね小さい草は手でなんとかなるんで、個人的にはでかいさっきのこういう細長い草みたいなああいうのを除草するのにメインに使うと思ったんですけれども、あれだったらさっきちょっと見せたこの草刈りスコってやつがありまして、これめちゃくちゃ使えるんですよ。これ何かっていうと、こう細めのスコップみたいな形で先端が刃物になってると、なおかつここがギザギザになってたり、こっちが L 字にこうなってるので、水路とかに生えてる草もガッとやるとこの刃物の部分で根こそぎこう削り取るみたいな、そういう道具があるんですけど、正直長い細めの草もですねこれでやった方が早いかなっていうところで、これちょっともうちょい、ブレードが尖ってればいいのかな。ちょっと個人的に期待してたものとは違ったっていう、印象があります。最初ですね角度がこうなってたのかな。極端に言うとこう持ってやってたのをこういう風にしたことによってこれぐらいの角度で引っ張って、やれるようになったので、この時よりはやりやすくなったんですけれども、もうちょっと長めの太い草とかも除草できたらいいかなと思いました。あとはですねこれ価格が結構高かったです。これいくらだったかな。定価で 39,500 円でした。もうちょっとなんつうんだろう、バリバリすごいこれはやばいぐらい削れてほしかったんですよね。これもしカタログで見て欲しいなっていう人がいたとして、スプリットモーターもうすでに持ってるんであれば、試す価値は、あるかなとは思うんですけど、これのために、もうスプリットモーターも買うみたいな方には正直、ちょっとおすすめはしないかなっていうところで、それよりはですね、この同じスプリットモーターを使うならこのナイロンコードアタッチメント、こっちがですね定価で15,000円とかで買えるんですよ。ネットとかだともっと安く買えるかもしれないです。これはめちゃくちゃ本当に使えるんですよね。これを買ってなおかつさっきみたいな太い草とかも根からこう除草したいっていう場合はこれとこれを買った方が幸せになれるかなとは個人的には思います。ここがなと思った点まとめると、重くて価格が高い、そして使うのにコツがいるっていうところですかね。ちょっと機会があればまたこれ使って畑の畝の間に生えた草をこれ除去するのに結構使えるっぽいので、やってみて撮影できたらオンエアしたいと思います。はい、っていうことで今回はマキタの除草アタッチメントモデル名 WA400MP を使ってみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。